さあ始まりました古民家 DIY の時間です。前回の動画で天井をやってきましたので、今回は地面をやっていきます。山側の部屋の湿気が結構高いんで、山と家の間に水路を築いて湿気対策をやっていきたいと思います。それではやっていきます。カニおる。カニいましたね。半分ぐらい。そうっすね。これにセメント混ぜて。おお、危ない危ない。これもう目分量。目分です。1対3ぐらいでいいんですけど、もっと緩くてもいいかもしれない。名前。簡単ですね。そうですね。で、一回も。ついてる。まだまだいるよな。こっちは土壁使えて嬉しい。そうですね。セメント考えた人も神やね。ほんまそうですね。これ一発クリア。この部分を斜めにこう持って水が全部ここに入るようにしていきたいと思います。ここにね、土壁が大量に余ってますんで、これを使ってやっていきますよ。あとね、今日はね、めちゃくちゃ寒いです。
なんか想像してた感じになってきましたね。あとでもうちょっとですね、これぐらい ?1 メーターぐらいかな。もうちょっとやります。それでは最後ね、この部分を埋めて終わりたいと思います。これで水路が完成しました。いや、モルタル難しいですね。もう最初はね、もう手文字じゃないけどできないんじゃないかと思ったんですけど、まあまあなんとかね、それっぽい感じの、水路っていう感じでね、仕上がったんで嬉しかったです。で、湿度対策なんで、どれぐらいね、この山側の湿度がカットできるのか、これ床を張ってみないとわからないんですけど、一番大きいのはね、やっぱりこう、問いがないんですよね。こういう急勾配の屋根なので、屋根から落ちてくる水っていうのが結構多いんですね。だからその辺が水路を通って、西と東に流れていけばなというふうに思います。この辺もね、動画でお伝えできる部分は、どれぐらいの効果がね、出たのかっていうのはね、なかなか数値的なね、シェアはできないんですけど、体感的なシェアとして、良かったとか悪かったとかね、今後お伝えできればと思いますので、それもぜひぜひお楽しみにしていてください。今回西の方に水路を伸ばしていったので、次はですね、こう反対側東の方に向かって走る水路をやっていくので、ぜひぜひご視聴してみてください。それでは。